2022年5月2日、5チャンネルにこんなスレが立った。Y 引率メーカー勤務、給料が低すぎてむせび泣く。早速スレを見ていこう。29歳で450万や、高すぎやろ。どのレベルの大学や？宮廷よりちょい下くらいのとこや。それでそんなもんか。日本終わってんな。Y の会社が終わってるだけや。ほん、Y は500万や。死みたいで。院行ったことに後悔してる？後悔まではいかんけど別に行ってなくても大して変わらんかったやろなとは思うな。職種は開発。開発ならええやろ、引率限定みたいなもんやし。引率で初任給22万って低いか？めちゃ低い。Y 高卒メーカー子会社やけど31で550や。なんでそんな安いん？残業しろよ。できるならしたい。ちな今は月10くらい。同じくメーカー引率で28歳で去年420万やったわ。会社経営悪くて残業できない賞与減額だとこうなる。どこの零細メーカーよ。一応東証プライムなんやけどな。コンサルとか外資とかいかんと給料上がらんよ。高卒も1500や。工場で12時間労働で命削ってる自覚がある。やめればええやん。安くないか？引率28分神経だけど去年560くらいだわ。だからむせびないとるんやんけ。会社が儲かってないんだろ？転職しろとしか。メーカーで残業しないならそうなるやろ。分かって選んだんちゃうんか。Y メーカー残業例で同じくらいや。自分の時間あって幸せ。日系メーカーはそんなもんやろ。それで外資行ったり資格職になった学生時代の友達と金銭感覚合わなくなっていくんやで。Y の友人はそれでサラ金に手を出した。Y は転職して景気良さそうなメーカーに行くつもりや。ゴールデンウィーク明けに最終面接や。転職すること職場に行ってる？もちろん内定もらってから言うつもりやで。それが何かでたたんよな。年収どんくらい上がりそうや？ 400 後半くらいにはなるかと思うわ。残業するやろうし。年収上がって嫌な職場じゃないなら正解やろな。そればかりは運やな。上司ガチャ外れたら一貫の終わり。ボーナスをやめるつもりなら夏のボーナスどうか確定するまで言うたらあかんで。ボーナスのこと考えてなかったわ。6月末に退社だとやっぱり損やんな。ボーナス7月か？受かること第一やが、可能なら転職先には引き継ぎがとか言って8月入社にしてもらうよう掛け合った方がええと思う。責任感持って仕事するわけにもなるし、転職先人事が無能でもない限り君がボーナスもらってから退社したがることは計算のうちや。ボーナス7月や。一次面接の時に7月に御社行けます言ってしまったわ最悪。30代で跳ね上がるパターンでは？まあ20代が特別低い感はある。だいたい跳ね上がるのは課長職になる40代やね。30代のリーダー職への昇格でマシになる。それまではゴミ。ヤマハ発動機？かすってもないな。欲張りすぎても良くないけどな。変えたいなら行動あるのに。Y の450万倍もらってるくせにはめくなかす。ネットでメーカーがやたらもてはやされてるのほんま謎やわ。ググったら出てくるその会社の平均年収はどれくらいなの？指揮法に載ってたのは総合職で800万台くらいだったはず。そこそこ大きいメーカーの地方勤務なら量がバカ安で可処分所得は高いとかあったりするけど、そういうパターンではないのか。量は6000円くらいあったぜ。ちな風呂トイレ共同。高麗？開発って仕事楽しいの？東芝ですら30歳で600万もらえるぞ。450はやばい。東芝ですらってか東芝ってメーカーの中やと高い方やろ。経営陣がゴミカスで不祥事連発してる企業が、メーカーの中では年収上位になってるのがおかしいと言うてるんや。ちな東芝系。まあ使っても大なんやろ。てかは妹東芝一体。気落ちや。さっきのスレのヤマハ2期やろ。すまんわいもそれちらっと見てたけど別人や。4年目やけど750や。まあスタンダードか。役員まで出世しろや。そしたら3000万や。規模500人以下の中小エンジニアは転職しないと給料上がらんよ。25歳偏差値38大卒で430万や。いんでてそれは低すぎやろ。宮廷引率で31歳420万やが。かわいそすぎやろ転職しろ。でもお仕事ぬるくて残業もないから逃げたくないんを。ボスどっかよ。さすが宮廷やな。Y 引率メーカー勤務。30で400いかなくて草生える。ボス毒なら年収240万とかやぞ。十分もらってるやろ。メーカーで給料高いのって、半導体製造装置か、トヨタ、デンソー、TS、ファナックくらいか、化学メーカーも。高くねえぞ。そこはボーナスガチャやろ。それなら半導体装置も同じやん。あと製薬や。製造装置もテルレーザーテックディスコくらいやろ。いつまで高年収が続くかはわからんが。あと伝送は言うほど高いか？一致は今32で年収380万やで。新卒やけど毎年昇給高くても4000円しか増えないしほんまゴミや。専門卒で前職派遣やけど600万もらっとるわ。Y はパッパがプログラムやから色々知ってて技術職は避けたわ。数理モデル使ってデータ分析する仕事やと年収上がりやすい。引率っても就職弱いとかならそんなもんやろ。2年捨ててるようなもんやしな。Y も宮廷大引率自動車部品メーカー28歳年収460万や。サークルの同期はもっともらえとる。ほんまクソ。30代のうちに年収1000万円にしておけばええやろ。高い方やでそれ。Y も多分同僚やけど28で年収460はめっちゃ高いわ。そやねん、自動車部品メーカーの中では高い方やねん。
でも他の業界と比べると低すぎるから、やっぱり自動車部品は発給なんやなって思ってさ。ほんとそれよな。化学企業に勤めてる Y の研究室同期は32で年収640とかやしほんと自動車関係って外れやな。どこや富士フイルム三菱や、三菱はしっかり働いてるなりの金やで、法律の話やけど、ケミカルってそんなに出るんか。30でそれなりにもらえるのは旭化成くらいやと思ってたわ。一番辛い時期やから耐えろ。見え張ってサラ勤務だけは手を出して配管。メーカーって発注地方勤務でいいことないよな。Y も東証プライムの大手メーカーにいるが技術やらものづくりとか捨てて転職したいわ。地方勤務で東京水準給与が最強やな。インデでそんな発注考えられへんわ。インで何してたんや。インで何してる関係ないやん。企業は引率にそれぐらいしか払わんってだけで。いや関係はあるやろ。ワイン地獄すぎて中退したからあれ乗り越えてなんてそんな安い給料で働いてるんや。宮廷卒32歳700万ドス。まあ静岡在住や支給されるよな。でも日本の税制を考えると、外資 SER で実務こなしながら1100万稼ぐより、日本のメーカーでぬるく働きながら850万福利厚生充実の方がコスパええんよな。Google で1600万福利厚生充実みたいに圧倒的交代分に突き抜けたい。まあ年収700、800万円とか1000万円くらいに近づいたら、フリーランスの方がお得かもしれんな。サラリーマンで年収1500万円とかやと一気にハードル上がるから。安公務員未満じゃん。ヤマハそんなに安いんか？バイクやら楽器やらネットワーク機器やら色々展開してるし潤ってるかと思ってたわ。ヤマハツとヤマハは別会社やぞ。ピッチはヤマハちゃうで。安いってのはバイクの発動機の方ってことか。ワイどちらかやけど両者とも30歳で600、650よろずくらいやと思うぞ。無印の方なら同僚やが Y の会社より環境良さそうで羨ましいわ。ワイ引率1年目で330万やったわ。2年目の今年は430くらいのはず。でも一郎だから27歳でまだ2年目や。そりゃ日本企業衰退するわ。衰退しとけゴミって思うわ。せやな、ワイも期待してないわ。東大理系院からメーカーって30でいくらもらえるの？ホワイトなのいいけどみんな激務志望なんだよな。メーカーによるやろ。大事か？メーカーじゃ年功序列やから引率のメリットそこまでない。ちなみに Y のとこにも東大引率そこそこおるから就活失敗したらこんなもんやで。Y もコンサル入ったら港区女子とデートして企業の良い女と結婚してアラサー世帯年収1800万くらいで湾岸のタワマンで子供を私立小学校に連れて月1でロブション食う生活ができたんかな。世帯年収1800万円で外出って微妙やな。外資ならアラサーでマネージャー1000万いけるんやろ。年収1000万円こっちで主要そうや。まあコンサルで年収1000万円超えたらフリーランスにシフトした方がええと思う。その世帯年収だと割とカツカツやろ。どれだけ稼がなあかんねん。23区外から電車通勤とか死んでも嫌や。子供が1人ならいけるかもな。コンサルに夢見すぎや。1000万は誰でも行くがそこからは限られたポストしかないで。しかも40とか50になっても顎で使われる側やしなコンサルって。仮に独立しても一人しかできんし。Y は引率30歳で500残業代やわ。ほんま転職したい。日本の大手メーカーって今ほとんど買収されていってないか？バナもなんか買収の噂出てたやん。バナは前から事業部ごと外資化して人を逃したりしてるわな。給与は業界と職種で決まるから景気の悪い業界と会社でいくら頑張っても無理やで。地方にいるだけで QOL 下がるのに発給。しかも田舎の事業所だとクソみたいな社内イベントもリダクさん。死にたい。26歳童貞。大学院卒。年収500万。貯金700万。申請丸系。告白した回数例。告白された回数例。デートした回数例。女の子と連絡先交換した回数例。女の子と最後に雑談したのが小学生時代。マッチングアプリで1000人以上の女から不合格。妹と10年以上まともに話してない。うつ病気味。無能。仕事できない。資格自動車免許のみ。平日は毎日3時間以上残業。平日は毎朝起きた瞬間から動悸がする。土曜日は寝てるだけ。日曜日は1日15チや Twitter、YouTube を徘徊。引率も学部卒も関係ないで。学部卒が就職して2年経ったら引率の1年目とだいぶ同等かそれより今であるからな。ただ2年学生してるだけやでほんま。モラトリアムって最高だよね。給料良いところは採用ほぼ陰性やん。学部でも行けるところに行くのが悪い。ワイは引率しか取らんって企業ほとんど聞いたことないで。Y の化学メーカーは技術職95くらい引率や。どこもそんなもんちゃうか。さすがにそれはないわ。Y は地獄やったしとてもじゃないけどモラトリアムの延長なんかじゃなかった。お前のとこは企業やな。引率組と学部卒組と高卒組できっちり給料テーブル分かれてるんやな。Y のとこはグレード分けされて一緒のテーブルにおるだけやから一緒のグレードなら高卒も引率も一緒やで。Y の会社も給与体系同じやわ。同じ年齢なら高卒も引率も同じ給料。勉強した意味ないわ。Y もこれ、こんなことなら工業高校でよかったわ。コンサルに転職してるやつ多いけど戦略じゃなくて SIR やろ。アクセンチュアとかアホほどリクルートかけてるけど、残業代で稼いでるみたいで夢がないんよな。テイカーにみたいな戦略系は普通はいるんし、IT コンサルなんてコンサルとは言い難いしな。
せめて戦略や FAS やマーケティングや新規事業立ち上げとかやないと。ただいま調子がいいコンサル企業は SIR の兵隊増やしてるアクセンチュアとか服で。ティーカーミーみたいな戦略系特化はあんまり伸びてないみたいやから、そういう時代なんやと思う。ATK みたいな戦略もピュアコンっぽくなくなってきてるもんな。 DX とか新規事業立ち上げの絡みで。むしろブティックファームのガチソンの大手ファームじゃカバーしてない上位レイヤーの仕事取ってる傾向にある。南西は30歳で700万800万エクエリート集団とちゃうかったんか。南紀人は30歳で重い腰上げてハロワ行かなきゃって考えを脳に入れるんやで。そこから頭打ちしそうやな。高卒35歳の Y と同じやん。6年余分に勉強して何しとるんや君。正直自分の経歴よりも入る会社次第やね。文句あるなら転職するしかないんや。業界矢印会社矢印部署の順番に重要やな。クソ業界の中で唯一いい会社や、クソ会社の中のいい部署など存在しないと思い切った方がええな。建設業界とかいい例や。メーカーよりメーカーによその納期教えて金を割り増しでも知ってる商社の方が儲かるからな。材料仕入れて加工して売るビジネスの時点で利益に限界あるし、給与も上がらん。アップルはメーカーやん。あれはアップルで関連製品囲い込みとかできてるからな。メーカー矢印開発製造技術行員エンジニア営業調達管理部門食わせてます。商社矢印営業と管理部門だけ食わせてます。そらそうだわね。Y 引率28歳で550万くらいや。課長になってようやく800万くらいやろうし、もういっそ弁理士でも目指そうかと思ってる。部品は発見になりがちやな。単価の高い商材扱っとる企業はやっぱり高年収やな。インデマで学んだことが生きる仕事なら400台はないやろ。助教とかならそんなもんちゃうの。すまん文系行くわ。よほど理系でやりたいことでもない限りそれで正解やね。引率メーカーなら26歳で500万くらいだからや。20代で1000万稼ぎたいなら金融系。メガバンですら大台乗るのは32歳あたりやぞ。外銀なら可能やけど。ワイガイ今夜が将来不安しかないで。やってることただの派遣相手現金ややし。財務や統計学を扱う側やないならご愁傷様やな。メーカーなら30半ばまで1000万近くは無理やろ。部下なし管理職課長代理まで行って初めて跳ねる感じやな。一応、例外的に海外赴任命じられると年収倍増するで。赴任命じられた時点で確実に出世ルートにも乗ってるし将来安泰や。研究職なら海外赴任の可能性あんまなくない？正直、年収なんてどうでもいいんだけどな。結婚できる気がせんし。メンタルさえ安定すればいい思っておる。前職で体壊した俺はこれだな。ただ転職先が残業10時間って聞いていたら、40とかになっているのは草。発注だけど定時で帰れるのが魅力だったのに。またメンタル壊さないようにきつくなったらドロンやな。自分語りになって申し訳ないが、今の業務が完食だからまだこれで収まっているけど、他の主軸業務担当が軒並みパンパンになっているし、俺にもすでに被害が出ている。周りに仕事してるアピールをして仕事を振られないようにするんやで。自分の身は自分で守るんや。そりゃ引率メーカー勤務なんて底辺だからだろ。引率から引率が評価されるのは海外の大学院を出た場合であり、日本の大学院なんて出ても何の価値もない。メーカー矢印今時優秀な奴は車両産業のメーカーなんて行かない。頑張ってください。誰目線やねん。メーカー学卒営業28歳で520万やわ。残業月30時間くらい。味の素に転職して稼ぎたかったら情報理工系に進んで英語勉強して米で就職したらええ。アメリカ就職ってなんやかんやでフリゲームやしな。こういうスレ見るたびにやっぱり雇い割れって底辺なんやなって思うわ。それはマジでそうや。他人の金稼ぎの手伝いしておだちんもらう生き方は底辺と言われて叱るべき。少なくともリモートワークだとやる気でねえわ。マンには自営は無理でしょ。コンサルええけどな。みんな情報かコンサル行きたがるんよな。需要あるしな。とはいえ IT コンサルは拡張性ないけど。そこから急に伸びるで。34で830万やった。引率30歳メーカー技術なら大手で600万ぐらいちゃうの。最大手で残業多いなら700ぐらい行くとこもあるんかなぐらいのイメージやわ。そんなん大手とか関係なしに業界によるわ。大手でも600いくとこもあれば最大手じゃなきゃいかないとこもあるしな。メーカーで出世とかどうでもええ。結局転職するんやったら自己啓発に当てた方が合理的やな。博士号取れってこと？博士号は取らない方がええやろ。究極の自己実現だと思ってるけど、取りたいならどうぞって感じかな。Y も博士号欲しいけど会社じゃ何も役に立たんで。コンサルだろうが医者だろうが大企業勤めだろうが雇われの時点でど底辺やで。ワイと俺の技術系で内定もらってるんやけど30で600万くらいもらえるんやろか。東レって今イケイケやしもらえそう。イケイケってワイもメーカー勤務やけど25で残業なしで400万いかんわ。ボーナス年後、6ヶ月あるの日本給金カスや。この界隈役職つかないと人権ないわ。メーカーって転職すると居住地も変わるから分野は。アクセンチュアって機械系の Y にもスカウトしてくるけど何の仕事やらさせるんや。生産管理とか IoT とかかな。機電と情報で機電選んだ時点で高年収捨ててたことに気づくの遅かったわね。まあ Y の頃はまだ情報系は先行き不透明だったけど。別に三菱商事行ってもええんやで。でも別に営業もコンサルもやりたくないしな。偉くなるほど営業要素やコンサル要素が仕事に増えるぞ。それは偉くなってから考えればいいかな。
年功序列で偉くなるのか自分から偉くなりに行こうとするのかそれが問題や。もっと言うと研究って営業やコンサルや新規事業立ち上げと本質は変わらないしな。自分が興味ある分野かどうかで変わらねそんなん。給与テーブルに沿って40代まで定年収懲役を食らいたいならそれでもいいと思うわ。興味関心に出世までの時間を短くしたいって思いがないならサラリーマン向きでありそれも手や。どうせ一生独身だし起点系やったらアクセンチュアからリクルート来るぞ。定年収なのは定年収の企業しか目に入ってないだけやで。そこで証券会社やぞ。別に起電専攻したからといって起電企業じゃなきゃあかんことないで。言うて今の情報バブルは一部のソフトウェアエンジニアとかフィンテックの影響で10年後どうなっとるかはわからんやろ。製造部の高卒の方がもらってそう。実際若手のうちは家賃ありの高卒の方がもらってるで。ボーナス多い分トントンくらいか。科学専攻を選んだ当時のワイブツ殺したいわ。理系修士で収穫楽に終わったけど、所詮それだけなんだろうな。これな。理系修士って無能でも収穫簡単にできるサービス券みたいな役割しかないわな。高卒42やが500いかんわ。文系でメーカー来るやつはアホ。商社行った方が絶対良い。お前らそんな材料っつうの？ワイは実験系研究室出身で毎日朝から日付変わるまでやってたから正直残業20とか40とかだとぬるいわ。Y 新卒、初任給24万なく寸志振り3ヶ月残業少しで380くらいや。Y 線の設計や、ちな26歳480万。やん。メーカー管理職になって40代くらいで年収1000万以上とか十分勝ち組やと思うんやけどもっと欲しいんか。ほんまに40代で1000万いくんなら勝ちやと思うけど Y の勤務先は行かなさそうやな。そういう会社なら文句も出ないやろ。文句出てしまうような会社は課長クラスで年収600ちょっととかやで。起電だと化学メーカー行くのが一番金もらえるわね。鉄屋さんはお先が暗いので。プラント保全はやめた方がいいで。Y メイコ30歳450万残業月20。まあまあスタンダードか？ Y は学卒やけどメーカーはほんと給料ゴミやわ。金融商社の2分の1か3分の1くらいのゴミ。トヨタですらでかい地銀に負けるレベル。これで製造業の中ではうちは給料高いだのボーナス高いだので誘引を下げてる奴隷ばっかなんだから終わりだよこの業界。地銀で働きたいん？したくないで。ただ就職難易度的には地銀や専門商社のが簡単なんや大手メーカーに事務系総合職で入るよりもな。でも実際給料はそいつらにボロ負けしとる。そもそも世界中で物売ってシェアある会社のくせにゴミすぎるという話や役員は死ぬほどもらってるが。自分がやりたい仕事できてるならよくね。別に困るほど安いわけじゃないんやろ。やりたい仕事は配属ガチャほとんど外れるからできないで。給料は安すぎるから東京勤務だと一人暮らし不可能なレベルや。ご同時ならなんとかなると思うが。ていうかやりたい仕事できたとしても発給激務だから消耗してやる気なくなっていくと思う。まあワイは実家東京やしそれも特に困らんかな。都内実家持ちは最強やね。ただメーカーやと本社以外の設置の工場に飛ばされるリスクが多やけど。田舎でも特に嫌だとは思わんけどな。月1くらいで東京帰ればいいし。月1で帰るのは基本無理や。設置すぎて時間と金がめっちゃかかる。自動車関連企業なら愛知とかが静岡じゃないの。そう田舎なのは半導体とかでしょ。役員報酬びっくりするよな。社員は500万でヒーヒーで働いてるけどきっちり10億とかもらってて笑うわ。外人呼ぶためストックオプションってことらしいがあいつらの給料いくらなんでも高すぎるわ。ちなみに金融大手の役員はあそこまでもらえん。一般社員の給料はメーカーよりはるかに高いが。役員の独断上よな。今年は業績が芳しくないので賞与も下げますが役員報酬は増額しますってなって結果入る。もう3年間賞与下がって役員報酬上がってるから、役員までならないとメーカーの給料の低さは挽回できないってのがやばいわ。ほとんどの人が搾取されて終わりってことやからね。トヨタ総合職って30代後半で1200万やけど、地銀ってそんなに稼げるんか。しょぼい地銀はあれやけど横浜銀行みたいなとこだとそれくらい余裕や。ワイは学卒やけどメーカーはほんと給料ゴミやわ。金融商社の2分の1か3分の1くらいのゴミ。トヨタですらでかい地銀に負けるレベル。これで製造業の中ではうちは給料高いだのボーナス高いだので誘引を下げてる奴隷ばっかなんだから終わりだよこの業界。これめっちゃわかるわ。給料低いのに怒るんじゃなくて、レベルの低い企業と対比して、うちはまだマシな方ってホルホルする奴が集まってるのが製造業。ほんとこれ。製造業の連中は下を見て安心する典型的負け犬みたいなのが多すぎる。組合が御用組合な上平気でこんなこと言ってるからね。なん芸人批判やめろや。言わんとすることはわかるんやけど、例えばメーカーと商社と医療とか並べたらそれぞれ利益が出る仕組みが違いすぎて他業種並みに上げろっていうのは無理な気がするんやが。まあその通りなんやけどな。ただ他業界に比べて役員報酬がやたら高いのに比べて一般社員は安いという構造は明らかにあるんや。製法大手なんて10年で1000万いくけど役員の年収で億いく人なんて基本おらん。一方でメーカー役員は億超えだらけや。
若い時に絞られすぎて役員で欲望爆発するんやろか。パワハラ気味のヤバい役員は結構多いからまあ。これマジこんなんどうとかぶち切れないんか。ワイは推し量るのが当たり前やと思ってたけど。雇用組合ばっかだしそんなことはない。というかあいつらはそれくらいもらうの当然と思ってる業界標準やし、逆に金融の役員報酬が低いのも彼らは彼らで業界標準と思って諦めてもいる。マジでこれなんやろな。メーカーは搾取される奴隷って一貫やろ。1億円もらう役員が一番多いのが三菱電機やっけ。一般社員は発給ブラックで働いてるのに笑い。まあ搾取決まってる業界やからね。観光とか工場派遣なんて社員より搾取されてるし。現実的にはそこまで上げるのは無理やろね。キリエンスやファナックみたいに付加価値高い製品、サービスを生み出すメーカーなんてほとんどないしね。言いたいのは社員の質よ。より良い待遇を求めて文句も言わない、転職もしない。みんなでおとなしく泥船で沈もうと足を引っ張り合う社畜しかいないんよな。まあ他の業種見てないからなんとも言えんけど。一郎マ扱い26の Y が年収450で低すぎだろって思ってたのに結構低いやつ多いんだな。三菱電機はすごいらしいぞ。働き方改革グループっていう部署の平均残業が月70時間らしい。公式でつけられるのがそこまでってことやから実際は100超えてそう。残業にもよるけど大体昇給カーブ的にはこんなイメージや。29500万、30500から600万、35750万、40800から1000万。これ言うほど低いか？地方ならいけるかもしれんが大都市圏だと2馬力じゃないと子供育てられないレベルで低いで。いやアラフォーで1000万近くあったら大都市圏だろうと余裕で平均以上だろ。メーカーは1000万超えるには課長になる必要があるねん。その手前だと900万止まりや。そしてそこまでいけないやつもたくさんいるから40代で1000万なんてみんなもらえるわけじゃない。これマジでどこのメーカーも一緒なのくさ。しかも部署統合で課長の椅子が毎年減っていくという地獄。財閥系商社マンは理工情報系の人材欲してそうなのに、なぜか理工情報系学生は商社に入る気は一切なくて低年収に文句出てるのが謎。理工情報系でファイナンスやキャッシュフローモデルを知ってれば有利なんやけどな。土木計画とかなら普通に使う知識やし、理工出身人材毎年少人数いるわ。超高評価か超低評価の2択にしかならん会社にとってと本人にとってもガチャ採用や。別に大した使い道もないくせに金だけもらってどうすんの。正義は言葉ではなく金額。残高が多ければ多いほど安心感を得られるから。Y に年目600くらいあったで。メーカーは年収500万円の敵が他業界と比べて圧倒的に大歓ね。自然の因は堅実な選択肢だよ。Y 科学系の引率予定やが雇われの時点で分野やら学部引率やら関係なしに高級ではないやろ。年収ゲームに勝つなら雇う側とか経営動かす側じゃないとダメやねんな。世間的に見たらめちゃくちゃ安いってほどではないけど満足できる給料ではない。これに尽きる。実際福利厚生も悪くはなくて残業も制限されているが、常々副業を始めようかどうか考えてまうわ。国の調査で引率の平均初任給24万とか見たけど本当かよって思ったわ。就活時いろんなメーカー見たけど大体23万台だったし、交通費やら住宅補助やらもろもろ入れるとそんなもんちゃう。初月から残業つけるところもあるし。交通費って給料に含まないやろ。年収には交通費は含まんけど初任給はどうやったっけ？まあ住宅補助や残業もろもろや。初任給って会社がホームページとかに記載してる金額やろ。見込み残業込みならともかく普通は含まないやろ。それって基本給のことちゃうんか？メーカーの発給は年功序列を信じて耐えてたのに。最近は実力主義とか言って昇給昇格を絞ってきたからほんまクソ。機電系なんやが年収高めなメーカーはどこや？ファナック。キリエンスとかファナック、旭化成とか財閥化学とか。ファナックさんとかトヨタでもいいけど勤務地だな。いや勤務地のこと言うなら旭化成とか財閥化学もクソ中のクソやろ。関東に残れる確率そこそこあるからな。言うほどあるか？ファナック山確定、トマラタ基本トヨタ市、旭化成川崎、住友姉崎千葉、三井市原千葉。ファック、トヨタ、一応愛知、旭化成、延岡が最多最悪、三井、割とマシだがアクアライン超えるのしんどい、中華、新居浜が最多。住友化学は分野にもよるけど大阪っていうあたり勤務地があるで。住家ですら一番多いのは新居浜やろ。東大引率修士、コア30メーカー、研究職、29歳で580万やで。家賃補助とかもろもろはあれどこんなもん。意味言ってよかったのは残業全然苦じゃないことやな。朝7時に電車乗って帰り終電とかやったから余裕すぎるわ。Y 引率25、残業なし21やわ。Y 高専卒で同じくらいなんやけどここから引き離されるんやろな。仕事せずに寝てるおっさんとかおるけどそいつより確実に給料もらえないと思うとなえるけど、捨てしていくような言論ではないし、なんとも言えんで。広報が一番給料高いのほんと踏んだと思うわ。ちなみに Y 簿記2級持ってるけどなんとか活かせないやろか。決算書とかは全部読めるんやけども。FP に移れば年収上がる。
化学メーカーやけど情報系行けばよかったと思ってる。DX とかやってるとなおさらや。Y も同じ境遇やからマジで後悔してるわ。しかし Y が受験生の時は情報系の人気が底打ちしてた頃やから先見の明のない Y には情報系は地雷としか思えんかった。人気そこの時とかあったんやな。今からでも IT 系に転職できたりせんかな。本社はコーヒータダで飲み放題なのに工場は自腹なの差別だろ。コーヒーくらいタダで飲ませろ。何が経費削減だ殺すぞ。自動車部品は連想できる一流企業って言われる年収やな。それ以下は全て低収入でトヨタの奴隷や。まあ、どんだけ頑張っても出世できるまでトイレでスマホいじったりタバコ吸って時間潰してるようなやつとも同じ給料で昇給してくからやる気なくすのもわかる。Y35 歳年収800。仕事辞めたい。Y 団体職員やけど基本国家公務員一般職準拠やから2年目で残業なし400いくで。仕事はぬるいし首や競争がないから工場意欲のないなんジェイミンみたいなやつにはおすすめ。年間残業720時間きっちりやってやるから金よこせよ。そういう企業に Y は入りたい。賞与より残業代多い生活ストレスで散財するし、マジでやむからやめとけ。Y は入社して7年間ぐらい毎月60、80やってるけど疲労感ある以外は元気やしストレスも何時で吹っ飛ばしてるから大丈夫やで。でも給料少なくて参ってるにゃ。残業するほど仕事ないぞ。ワードとエクセルマクロ使えればほんますぐ終わる。難しいことは外注やしな。化学メーカーは日本だけで工場が10も20もあんだから勤務地は諦めるしかないやん。三井化学が千葉に集まってていいなくらいやろ。〇〇管理部が多すぎる。あの手の部署全部潰しても誰も困らないだろ。無能年寄り食わせるためだけに存在してる。機材管理部契約管理部品質管理部リスク管理部ベテラン集めてやることは手にオハチェック納期2週間や。来年からさらに社会保険料が増えて手取り激減するって聞いたんだけどマジなんすか。そうなん。新卒ではなく転職なら最初の勤務地はピンポイントで選べることも多いんやけどな。新卒で化学メーカーは勤務地気にするんなら例外なくあかんと思うわ。Y 新卒で生産技術って積んどるんか？積んでないで。基本的にどのメーカーもバリバリの研究よりも生産技術の方が動かせる人もの金が多いから功績得やすい。故に出世しやすい。絶対すぐ転職した方がいい。3年なんて待ったら転職先も生産技術や。Y の友達は生産技術って配属決定されてすぐに転職活動して日産に行ったわ。そもそも生産技術の方が枠少ないからやりたくてやってるなら勝ちやで。生産って現場に出て利益に直結してるから成果出たら昇進しやすいで。勤務地どうこう言うならメーカーじゃなくて都内本社勤務の相手にしろってなるぞ。田舎最高や。騒音対策で戸建て借りてるけど買えるトリコオロギ以外は無音や。そもそも学年増えても老害のための車保料高すぎて手取り全然増えへん。18万も所得税とかで控除されてると大悟みたいな気持ちになるわ。ほんとこで。出世しても手取りで考えると仕事の責任と給料が全く見合ってない現象が起きているわ。頑張ろうが大体のやつは1000万すら難しいよな。夢がないわ。設計開発になれんかったら負けか？なんとるかやで。設計開発は残業したくてもさせてもらえないから現場でシコシコ生産活動してる方がフル残業で給料いいってこともあるぞ。金稼ぐならな。もらいすぎだろ。中間メーカーに負けそうで将来大丈夫か不安やわ。Y の遍歴。新卒 SIR になる。3年目 SIR 時代に関わりのあったメーカーに転職。8年目 SIR に戻るか外資メーカーを狙うか検討中。今ここ。勤務地そんな気にする奴がなんでメーカー行くんや。最初からコンサル行ってどうぞ。結局どの業界も IT スキルないとやっていけんわ。Y も門外漢やけどプログラミング勉強し始めてるし。引率は将来に絶望し医学部に再入学。この選択は吉となるか凶となるか。今日やぞ。医学部はめちゃくちゃしんどいし医者になっても分野次第でブラックレベルの話じゃない。改良したら勝ちルートはあるから。同胞弊社、品質管理部に文系新卒を大量配属へ。新官は理系である必要がないとのね判断。すぐに出られそう。ある意味正しい。開発も製造も経験ない奴がクソみたいなルール作って捕まっつになりますよ。現場と正義がブチ切れする神采配。責ない要求されて頭くるわ。Y 電力やけど25対460は安心しているか？今時学歴主義の会社なんてオワコンの5力量だけやろ。若手クラスから中堅クラスに昇格して600いきそうや。残業マシマシやけど。休憩理系引率の Y でも7年勤めて年収350万。業務の難易度がはるかに低い総務や事務のババアと給料一緒や。この国は理系に冷たくて文系に優しい。そら理系目指すやつてるわ。それはおかしいやろ何してんだ。会社曰く職種関係なく技術職も事務職もうちの給料はみんなこの賃金表に基づいて出すルールだから、その賃金表が自分の持ち分を消化できたかどうかという評価法やから。なんで転職しないんや。メーカー？どんな会社やねん。結局これだよな。Y バイオやけど引率で実験派遣とかやってる連中学部卒 Y より待遇悪くて草。なんとか40歳くらいで楽な仕事に乗り換えできないやろか。Y みたいに年間700時間超過勤務して800万とかもらって嬉しいと思うか？ちな半導体。そして一番儲かってるのうちやなくて商社や。メガバンのシステム職とメーカーの最大手だったらどっちが待遇いい？誰か教えてくれメンス。
メーカーの最大手って何？具体的にどの業界なの？業界もわからないのに回答できるはずないよね。メガ本体の社員なら確実メガのが待遇いい。子会社ならメーカーと待遇同じくらい。帝京卒メーカー勤務28歳 Y でも600万あるぞ。引率がそんな低いわけないやろ。このスレに出たら大根行くしかないと思ったわ。ほな。メーカーなんて絶対行くなと言いたい。大根って時給換算したらやばい低いって聞いたぞ。そりゃ激務の大御所みたいではあるけど大銀よりマシらしいで。それには井の先輩初年で1000万もらってるからな。年功序列ばっかりだから公務員みたいにゆったり安定欲しいならメーカーで若い時の定年収我慢すればいいし、バリバリ儲けたいなら外資行った方がええから生活次第やね。管理職にはなりたくないんを。年収減るやんけ。博士卒4年目で800万や。なお残業月50、60時間。終わってるでマジで。でも研究職ってそもそも残業とかの概念ないやろ。大学教員とかだったらずっとなんかしてるやん。そら裁量労働制やしな。メーカーの現場とその子会社の営業やったらどっちがいいと思う？現場で大卒なんか雇わんやろ。ガチフのクソ無能すぎて親のコネでしか就職できるせんのや。地味に会社とか仕事のこと聞くクソバカおってくさ。揃いも揃ってやつも無能ばっかだぞ。技術力つけるために転職したいんやけどどういう会社行けばいいんやろな。大企業、ベンチャーどっちの友達もうちは技術持ってないって言ってるわ。そんなもん業界の最大手しかないやろ。業界の規模にもよるけど基本的に最大手以外の技術力なんてカスみたいなもんやで。ソニーや外資の友人や後輩いるけどあいつらは Y とはレベルが違うから平凡設計者の Y は今の1000人弱企業でぬくぬくがお似合いなのかもしれんな。でかいとこが本当に技術的にレベルが違うかは疑問やし否定することないで。図面すらまともに書けないレベルもおるんやから。中国行ったらどうや？日本に技術力なんかもうないで。なんでメーカー選んだし。どうせ福利厚生分があるからそれで実質的な手取りは 1.5 倍くらいあるんやろ。30歳引率700万の Y ってマシな方だったんか。なんじゃ移民は30代1000万超えゴロゴロおるからシュンってなってたわ。プラントエンジニアって施工管理じゃなくても激務で辛いんか？メーカーで景気がいい業界と悪い業界教えてくれや。景気が良くて今後も成長が見込めるのは半導体製造装置業界じゃないかな。と思いきや半導体なんて非商品なんやで。32歳 IT 勤務で750なんやけど手っ取り早く上げるなら外資がええんか。IT 転職に気教えて。Y 高卒独身30歳400万や。ようやっとる。でもメーカーは商社や銀行と比べて仕事が格段に楽って商社の人が言ってたで。残業時間だけで言えばそうかもしれんが、体力仕事と頭脳労働じゃ疲れ方違うやろ。Y 専門商社勤務やけど年収高すぎて草なんだ。技術士弁理士取るまでの腰掛けやししゃあない。弁理士も技術士も取るやつおらんやろ。建設系だけやろ。弁理士も言ってそんな稼げないもんな。コスパ悪い資格やろ。投資場高いってホールディングしちゃうん。工場装置の設計つまらんから家電とか設計したいわ。楽しそうや。記憶者ならむしろ年収上位にするべきやろ。Y は発給やけど実家暮らししてるから金貯まりまくってるわ。Y のお客さん年収高いんやな。記念メーカーのランキングってどんなん？技術士ってなんか旨味あるんか？リコマン資格やないん。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？今回の話に意見のある方や、共感した方はぜひ、コメントよろしくお願いします。工場は基本年功序列なので、若い時の給料は大手でもたくさんもらえるわけではないようです。メーカーで稼ぎたい人は、マルアナックやマルエンスに行きましょう。5チャンネル工場勤務スレでは、工場勤務者や転職者等に向けて、工場勤務に関するスレッドをまとめて投稿しています。興味がある方や、工場についてもっと知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。